こんにちは。今日はですね、100の質問をしていきたいと思います。ということで、銀座のね、ママに対する100の質問ということで、ちょっと一般的なことよりも、今こう企画をいろいろね、考えてくださっている、うちの会社のスタッフたちが、100の質問ね、これ聞いてみたいっていうのを、今から投げてくれるので、答えていきたいと思っております。じゃあ始めていきます。アスカと申します。今年35になりました。出身地は愛媛です。仕事は今ここ店内なんですけど、銀座の8丁目で、ブレアというお店を経営しておりまして、あと美容室と、クリニックもやっておりまして、この銀座の界隈でお仕事しております。20歳からなんで15年ですね。足掛け15年やっております。お仕事始めたのは最初大学生の時だったんですけども、私京都の大学に通っておりまして、2年生から3年生になる春休みの時に両親が4年生の時のね学費を自分で稼いで出してもらいたいっていう連絡を受けて、あと1年の間に、文系だったので83万円の学費だったんですけども、それを稼ぐために1年で貯金するためにまずは始めました。本当に出会いがありますね。普通の仕事をしてたら出会えない人とダイレクトにおしゃべりをさせていただけるっていうのが一番魅力的かなと思ってます。嫌なことはちょっと最近食べ過ぎと飲み過ぎですかね。シャンパン太るんですよ。糖質の塊なんで、1日毎日最低1本、多い時は2本ぐらい飲むので、ちょっと糖質がすごいなって思ってます。銀座に来たのは26歳の頃なんですけども、私が勤めた2008年がリーマンショックの年で、その頃の北新地がやっぱすごく暇になっちゃったんですよ。で稼いでるママも本当みんな辞めたりとか、お客さんも来なくなって、でその時私北新地がすごく流行ってると思って祇園から移籍したんですけど、全然流行ってなくて、で聞いたら月収が1000万なかなかないらしいって聞いて、私1億円プレイヤーがゴロゴロいるって聞いて新地に行ったのに、もうほんと閑散としててリーマンでいないじゃんみたいなって、夢がないなと思って銀座で、もっと頑張りたいと思って、最低1億円稼ぎたいと思って来ました銀座の街は上品ですよ。今まで働いたお店も土地新地も京都もすごい良かったんですけども、銀座が一番お客さんは本当に多いです。数が多いです。住んでる人も多いです。ないですね。思ったこと一回もないです。大阪とかだとやっぱ街がちっちゃくなるので人付き合いすごく増えるし、みんな顔見知りみたいな感じですけど、銀座はお店の数多いので知らない人もいっぱいいるし、適度な距離感、ベタベタしない付き合いがすごい好きです30でなったんですけど、今から5年前に独立しまして、なった時の感想はむちゃくちゃ大変だなと思いました。それは経営とかね、お金じゃなくて体力、毎日時間なくて、今まで働いてたペースよりさらに忙しくなりました。それは去年だね、2020年に開業したんですけども、もともと20歳過ぎて、お肌に悩んでまして、ニキビも多くて毛穴も結構気にしてたんですけども、それをクリニックで治療してて、でどんどん肌が良くなっていって、でいいことをね毎年クリニックで継続してたんですね。でそのいいことをもっとずっと受けたいなと思って自分で作っちゃいました。ないです大変だと思ったこと一回もないです。一番楽じゃなくて決定権が全部自分にあるので、ストレスが一個もないです。大失敗なんだろう、あんまないんですよね。私多分あったと思うんだけど B 型なんですっごい忘れるの早いんですよ。おとついの昼ご飯覚えてないですほんとダメみたいな年々ちょっと記憶のね忘れ方が激しいです。はい。豆レスポンス早い人、もう鉄板ですね。どんなに容姿が良かろうが連絡つかない子売れないです。仕事で心がけてることは、もうねオーナー業になっちゃうとお客さんとねあんまり喋られないんですよね、距離感的に。もともとホステスさんの時だったら一人のお客様にね30分40分50分お話してきたんですけど、オーナー業になっちゃうとはい次はい次みたいな感じでね、あちこちやっぱ挨拶で
5分ぐらいずつこう喋っていったりするんですけども、そしたらもう全然話できないんですよ、お客さんのこと。もう5分なんて「いらっしゃいませ、あ今日寒いですね、雪降ってました、降ってないですね、あ次の席」みたいになっちゃうんで、大事なことは、その5分とかね10分短い間で楽しんでもらえることかなと思ってます。勝てば官軍です。あだ名ないんですよ。アスカってあだ名なくないですか？子供の頃からずっとみんなにあだ名つけてって言ってたんですけど、アスカッチとかね、アスカッチってもうアスカの方が早いじゃんみたいな。誰かがアスピョンとか言ってて、それ絶対いらんよねみたいな、なんか社長さんだったんですけど、特に何業とかなく自分でやりたいなと思ってました。私馬主になりたいんですよ。私ね、自分で馬主と結婚するって今子供の頃、そういう感じで馬主と結婚とか言ってたんですよ、半分冗談ぐらいで。ちょっと去年か結婚したんですけど、馬主じゃ全然ない方で、なんならちょっと競馬興味ないぐらいの勢いなんで、これから老後に向けてね、自分が馬主になることをプランを考えなきゃなと思ってます。武勇伝なんかないですよ、そんな。だって忘れちゃうんだもん。Google マップ。お寿司の新た行きますね。月1は最低行ってます。ゴールドかな。結構ブレアのロゴもゴールドだね、そういえば。ゴールド。好きなお菓子ハリボーです。私グミ好きなんですよ、固めの。ハリボーはもう止まらないです。やばいです。吉沢亮。芸人、私和牛好きですね。だから和牛のコントをね、目の前に見たいです。一回見たいなと思ってます。部活はバレーボールをやっておりました。背が低いんですけど、当時まだ中学生だったんでアタッカーやってました。めちゃくちゃ働いてました。もう付き合いがスーパー悪くて、アルバイトを4つぐらい掛け持ちしてましたね。平日夕方、土日深夜みたいな、結構やってましたね。パン屋さん、有名な京都のパン屋さんであるんですよ、パン屋さんで。あと携帯電話の販売、テストの採点で、あと祇園で働いてました。子供じゃないんだけど、私がもう中学生小学生の時はあゆが流行ってたんで、やっぱかっこいいなと思ってました。猫飼ったことですね。結婚とかね、お仕事で開業は正直な話いつでも解消できるんですよ。変な話、もうやめた、じゃあほなさよならでいいんですけど、猫はね一生ですよ。やっぱ猫が生きてる間は15年20年、私からさよならして生きていけないんで、もう猫飼うって決めた瞬間にこれ決断したなと思いました。腕を組まないにして怪しい腕になっている。これ威圧的になるから、腕を組まないようにして怪しいポーズをとってるっていう。だいたい8時半8時ぐらいです。だいたい2時1時2時でも1時早いかな、2時ぐらいかな。昔稲森泉さん似てるって言われたことありますね。のもっと若い頃というか、ほんと10年ぐらい前は言われたことありました。サバサバしてるみたいですね。いろんな人に言われます。鬼滅の刃早く見に行かなきゃとは思ってます。最近エンリケちゃんの一日のルーティン見ました。私がいいって紹介してたクレドポーのスタジオを使っていただいてたんで、見たらスタジオね直塗りしてました。面白かったです。いないですね。なんか誰のこともあんまりふーんって感じです。いい意味で関心がないです、そこまで。私ね、ほんと笑われちゃうかもだけど、焼きうどん美味しいですよ。美味しかったですよ。仕事でディオール着てますね。これもディオールです。はい、ディオールよく仕事で着てます。いやー難しいね。今一番欲しいもの、私欲しいと思ったら買っちゃうんですよね。基本もうパチンみたいな買っちゃうんで、物欲はあるんですけど、あえて言うならビルですかね。はい、ビルはいつか欲しいです。猫です。今現在進行形でマンチカンを2匹、男の子と女の子を飼っております。私ね、さっき猫の話なんだけど、ベッドに寝ると猫が来るんですよ。こう右と左に腕枕して寝るときがなんか幸せだなって思います。私日本酒好きですね。お寿司屋さんとか行くと大体3合ぐらい飲んで帰ります。これね、
28ぐらいの時のお酒が本当量たくさん飲んだ時があったんで、よく記憶なくしてました。冷蔵庫の前で床に倒れてたこともありましたね。起きたら冷蔵庫の前とか私ですか？前世なんだろうな、商売人じゃないですか？お商売してたと思います。子供の頃好きだったテレビセーラームーンですか？もう超絶好きでした多分みんな幼稚園とか言うと思うんですけど、僕多分記憶ないんで小5とかだと思います。10歳とか11歳、秀才だった。やっぱ賢い人好きだったね、昔から。何でもいいよいいよ言ってくれたかなもうなんか仕事のお客さんのこといいよいいよ言ってるからプライベートまでなんか言うと嫌だなないんですけど、特に長い指が好きですね。手が切れない人は普通にいいなって思います。別れ際に今まで付き合った誰よりも一番楽しかったよって言われます。でもなんか楽しいって言うけど多分疲れると思います。めちゃくちゃ気が強いんで去っていくみたいななんか今時だとアプリとかね使うんですか？私アプリ全然使わないんで、銀座ですかね許さないでしょ。そんな人いるの？許せる人よく喋る人、男の人でペラペラ喋る人全然好きじゃないです。ないです。なんか一回好きになると冷めないです。数字が適当スーパーどんぶり勘定って言われます。次の日に忘れて、なんか嫌いな人が基本いないですね。もうあっけらかんとしてます。なんか決めるときにいいか悪いかで選んじゃうんで、なんかもうダメだと思ったらもうすぐピッて切りますね。なんか人をピシャーってこうもういいよみたいな。でそれがやっぱうまくいってるコツかなと思います。秋です。花粉症がないからです。私ね、ほんとゲーマーなんで、家でデッドバイデイライトっていうね、怖い敵に追っかけられながらフックに吊るされるゲームがあるんですけど、それをもうなんか眠たくなるまでずっとやりたいです。いや、難しい質問だね。お金かなお金ですね。生きていくためにお金が必要ですね。愛は自分でなんか、好きなら私それでいいんで、私が好きならそれでいいんで、別に見返りはあんまいらないです。西アフリカケープタウン良かったですね。白ワインが美味しくて、土地がタワーがいっぱいあって、本当に治安も良くなかったけど一番またよくて行きたいなって思ってます。そば朝からよくそば湯がい食べてます。トマトと、あと基本的に食べれないアレルギーがある豆乳とかですね。私焼肉かな、食べたいです。毎日笑ってますね。お店で面白いこと結構あるんで、なんか仕事中によく会話の中で笑ってます。最近ないですね。気持ちが安定してるのかな。20代はよく泣いてました緊張しないんです私。本当一切しないです。大丈夫ですよくある、毎日イライラしてるよ。なんか仕事中スタッフが動き遅いとかさ、もうお客さんに怒ることはあんまないな。女の子も、基本的に自分の社内の出来事ですね。オペレーションの悪さはやっぱ自分がまだこう行き届いてないってことなんで、スタッフができないっていうのは自分がまだ未熟だから、毎日イライラしてますよ。ないですね。もう鋼の心だから緊張もしないし寂しくもないし、やばいねそれ昔は本当始めた頃言ってなかったんで、水商売なんてってむちゃくちゃ言ってましたけど、知ったら超悲しむなと思ったんですけど、今はなんかちょっと誇りに思ってくれてるみたいですね。真面目にやってます。家買ったかな、実家買いました大昔。笑った時かな。私決め顔より笑ってる顔をなるべくインスタで上げたいなと思ってます。コンプレックスいっぱいあるよ。もう背ももっと欲しかったしね。57センチだけど62、3ぐらい欲しかったなとか、あとなんかもっと歌がうまく生まれたらよかったなとか、顔がもっとちっちゃかったらよかったなとか、目が大きかったらよかったなとかいっぱいありますサバサバしてるゆえに、人に関心がないゆえに、あんまり言葉で言わないんですよ。大丈夫とか、なんか手を貸そうかとか言わないんですけど、一応見てます。ちゃんとそのリップサービス下手なんで、それは冷たいと思わないでくださいと思ってます。
私わんこそばいつかやりたいんですよね。ただわんこそばってさ自分取れないよね。自分でさ湯がいてさ自分で置いてさ自分で入れて自分で食べるでしょ。本場のわんこそばに行ってちょっと取りたいね。何杯食べれるかも。あります。求人目当てでやってて、ブレアの女の子をどんどん知ってもらっていろんな子に面接来てほしいなと思ってやってるんですけども、問い合わせがすごく増えましたし、実際ブレアにYouTube 見てインスタを発見して応募しましたっていう女の子もいて、採用された方もいるので、本当にねやってよかったなと思います。やってて逆に難しいなって思ったことはありますね。動画なんでねアプリで加工できないでしょ。だから、今私35ですけど、これからどんどん年取ってもっとなんかシワも増えてたるんできてって思うと、動画ってほんと厳しいものありますね。なんかライトの数もう一個増やそうかなとかさ残酷だと思って、動くんでやっぱ素じゃないですか。そこほんと勝負だなって思います。ないですね。なんか変な話褒められてもあんまりそれは嬉しいとかなるタイプじゃなくて、自分でやってきたことに結果出てるだけなんで、結構なんかないから褒めてもらえないねこんな性格だから誰も褒めてくれなかったねないです。ない。だからそういう戦ったりとかもないですね。今年はあれですね、去年かドレッサー作りまして、その前一昨年はクローゼットも作りまして、今家の一角がですね結構華やかな感じになっております。携帯のねゲームがあって、ガーデンエスケープっていう本当パズルがあるんですよ。何気に2040名までいってるんですごい庭ができてます。あれ一回ストーリーであげたら「パスカンはこれするんですか?」みたいな、何気にもうアップデートしてできないパンパンのマックスまでいってますよみたいな、携帯ゲームやってます。生まれたところが愛媛で、タイムスリップして愛媛からって言ったらまた道のり長いしな。大学生かな、だったらもしどっか戻るんだったら、今でも全然楽しいんだけど、なんかサークルとか入ったことなかったんで、もうちょっと学生の楽しみをエンジョイしたかったなとは思います。なんかテニスとかやりたかったな。ちゃんとしたスポーツとかねもっとこうやりたかったなって。中学校だけバレーボールで高校してなかったんで、部活とかテニスとかやりたかったなと思います。南極とか行きたいですね。流氷見れるツアーとかあるんですよ。ああいうのまだ行ってないですね。ハンドクリームですかね。やっぱないと YouTube 撮ってて物撮りとかメイクでこうやってやった時にめっちゃささくれあるやんみたいなそれから持ち歩くようになりましたスマホはこんな感じになっております。可愛いでしょ。これ動くの見て見て見て、これ可愛いでしょ。見てペチペチしてるでしょ。これはね赤ちゃんの時の人気の猫ですね。こんな感じでやってます。20代の頃おしんって言われてましたね。我慢しすぎて。もうこの仕事って我慢なんですよ。基本伸び伸びやってますよ。やってますけど忍耐がすごく問われるんですよ。だってスーパーサービス業じゃないですか。いろんな人にリクエスト聞いて、で今はリクエストだけじゃなくて女の子の話も聞いて、でスタッフもあれここだとかこっちが指示するでしょ。もう我慢の日々ですよそうだ、私これからねテニスを始めるっていうのを2年前から言ってて、でコロナでスクールが全部休業しちゃいまして、で再開したかどうかまだ分かってないんですけども、ちょっと本当そういうなんかスポーツやっていきたいと思ってます。美容もそこそこねかけてますよね。あと私よくハリー・ウィストン買うんで、自腹で買ってる針結構多いと思います。もう多分何千億1億いってるかもしれないですね、ハリーだけで。ないよね。35でさ最大のピンチ来たらさ、あと私100まで生きるとして65年でピンチ 2,3 回来るよね。もうない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 それ猫と一緒にさゴロゴロだよね。もうずっとやりたいよ休みの日は旅に行ってますね。今は海外行けないんで国内の温泉を結構巡ってます。いやでもあんまり多くないですよ。本当今皆さんね SNS で目がねこう慣れてくると思うんで、シャンパンタワーとか2000万3000万とかもう普通に今あるじゃないですか。特に銀座のクラブだとないですし、お客さんワインとシャンパンパパンと開けて帰る方がほとんどなんで、やっぱ1000万使えばおおって感じですし、100万ぐらいは結構普通にあるんですけど、500とか600とかは結構、多いなと思いますね。
最高はやっぱ1000万ぐらいですかね。あんまりそんなに高くない私は。もっとバリバリね仕事を頑張りたいです。なんかこれからも、ブレアもですけど他の仕事もまたこう増やしていきたいなと思ってますので、仕事頑張りたいです。はい、ということで銀座のママの100の質問だったので、これがねなんかこう銀座のママのスタンダードではないとは思うんですけど、なんかこう私のなんか考え方とかこういろいろ生い立ちみたいなちょっとしたところをこう見ていただけたのかなと思ってます。でもね銀座のはもっとほんと違いますよもっとね私みたいにサバサバしてる人少ないし、はんなりしてるし、上品な人も多いし、なんかこうもっとお客様に対してこうすごくこう熱いことを語ってくださる方もいるし、私一番本当なんでサバサバ系なんで、一番サバサバでお願いしますはい、ということでまた機会があれば別の質問でやっていきたいと思います。よろしければまたコメントといいねお願いいたします。それではまた。